ろしバイドットコム。暑い。今日は買ってきましたよ。軽トラ初心者といえばコンパネ。まずは初心者はこれから始めるそうです。嘘です。視聴者さんに教えていただきました。教えてはいただいたんですけど、これよく見ますよね。これを軽トラの形状サイズにカットしてあげる作業をしてあげたいと思います。もう取り外しもすぐできるし、仕事に応じて変化できるので、そういう意味じゃやっぱり軽トラっていいですね。で、事業のレベルが上がってくると、次はですね、ここロールバー、鉄パイプで溶接して作ってあげる予定ですので、それもぜひ楽しみにしててください。よいしょ、重たっ。暑い。そうだ、黄色が過ぎるので、ちょっと薄ネズミ色シリコン系の塗料も買ってみました。これちょっとつけてみたいと思います。裏側はそのまま剥き出しですので、一回一回屋内に入れるのもちょっとしんどいからですね、少しでも屋外でも長持ちするように、ちょっと塗っておきたいと思います。当然片面は塗られてるんですけど、裏側が塗られてませんので、だからといってウレタンの二液性とかはもう使いません。めんどくさいので、これでいきます。そしたら早速作業開始です。なんかまた久々ですね。めちゃくちゃ暑い中の作業ですけど、真夏です。とりあえずコンパネを型枠にはめて、どういう形でカットしていくか。これに関しては人によって全然違いますよね。もちろん使用目的が砂入れたり粉入れたりとか、はたまた不用品回収で使ったりとか、引っ越し専用とか宅配物とか、それによって作るものとかつけるものが全然変わってくると思います。今回第1弾としてはまずコンパネでいきたいと思います。正直横に関しては規格サイズの最大値を取ってて問題ないと思います。問題は荷台の前方、運転席から見るとガラスがありますので、ここをどうするか、そして荷台の一番後ろ、これをどういう形にするか、この2枚だけだと思います。サクッと終わります。ただし、一回一回室内に入れない人にとっては、コンクリート流し用のコンパネ今使ってますけど、冒頭にも言ったように逆側が杉の木むき出しですので、色付けしておかないと経年劣化は激しいそうです。この木目デザインが可愛いなぁと好きな人はクリア塗装しておくだけでも全然違うと思います。そしたら軽トラ購入を考えてて暇でしょうがない人はぜひ見てみてください。
ご視聴ありがとうございました。部品情報、訂正情報などは概要欄の本編詳細リンクを必ずご確認ください。その他動画にない情報などは Twitter、Instagram、ブログにて随時更新中です。